おはようございます。12月3日11時21分です。二度寝していたら2時になりました。スマホケースを拭くウェットティッシュが欲しいので、今度大掃除するので、それも含めてウェットティッシュ100均で買ってこようと思います。ただいまです。ウェットシートを2つ買ってきました。あとは100均をはしごして手袋も買ってきました。これで堂々と手を移すことができます。あとよいしょ、スケジュール帳をダイソーで買ってきました。良さげなスケジュール帳があって、来年のスケジュール帳買ってなかったので、ちょっと折れちゃってる。こちらを使おうかなと思います。あんまスケジュール帳自体にこだわりはないので、これすごいなんかいい色で気分上がるかなと思ってこれにしました。使っていきたいと思います。今日やることです。お供は多分 VCR の GTA 版を見てます。おはようございます。12月4日現在10時7分起きました。早いです。今日は多分寝ます。とりあえずの本日の目標です。これが終わったら部屋の片付け、模様替えを本格的にやっていきたいなと思っていて、目指せ午前中で終わらせたいです。今日も VCR GTA さんをお供に動画作っていきたいと思います。アフレコしていきます。アフレコ終わりました。編集します。ショート動画の終わりました。できました。予約投稿メモ帳の方は。ショート動画作り終わったので、着替えて洗濯して片付けをするかなという感じです。おはようございます。なんと8時45分です。昨日は3時ぐらいに寝ることができました。朝ごはんです。おはようございます。9時20分です。すごい9時台。片付けする前に1本ショート動画を作りたいと思います。目標は1時間で作ることです。やっていきます。化粧をするときに鏡を見つめ続けてると、自分がいかにデブでブスなのかがよく分かって、図書館に行ってきて、世界は経営でできているという本を借りてきました。まだ一人暮らししてて、簿記の勉強をしてた頃に、その一人暮らししてたところの近所の本屋さんでこちらの本を見つけて読んでみたいなと思って借りてきました。サムネやっぱりこうしようみたいなのになって作り直しました。付けに惚れたと思ってたら社長のカードを忘れてました。
12月12日11時16分。昨日は夜1時に寝て10時に起きました。おはようございます。12月13日、本日10時起きでございます。昨日は眠れなくて3時ぐらいに寝ました。今日の目標は、後でいいか。本日の目標です。ところでまたApple Pencil が見つからないので、先にそちらを探したいと思います。リモコンとどうかしておりました。テロップ入れが、補足ではなくて話しているところのみ、目標の3時までに終わらせることができました。今2時52分です。帽子が欲しかったんですけど、私の頭が大きすぎて帽子専門店に行ったんですけど、私が唯一知ってる私の頭に入るサイズがなかったので、そうだろうなという感じなんですけど、諦めました。鏡とか見たくないので帽子欲しいんですけどね。年間カレンダーがあって、こういう風に書き込める式の年間カレンダーと、今年の目標とか今年のイベントとか、横線でプロジェクトできるものがあって、ここトゥードゥーリストでカレンダーです。来年度分も一応載せてくださってます。生活リズムを改善するために使おうと思って買ってきました。ずっとあとはこういう感じですね。おはようございます。現在11時です。昨日は眠れなくてなんとか3時に寝たんですけど、半年ぶりぐらいに目覚ましかけてみようと思って、まずは簡単なところからと思って9時に目覚ましをかけたんですけど、11時まで起きることはできませんでした。体が布団にくっついたように起き上がることができないです。来ました。放課後カルテを最新話まで見終わったので、ノートを書いてみました。ノート書いてるうちに作ったことを忘れてた赤いキツネです。今3時52分です。ドラマで境界性パーソナリティ障害の話をしていて、見てて心に来るものがありますね。やることなくなって暇になったら体動けなくなって見ています。
ゴミ捨ててきます。やっと1週間2週間ぐらい放置してます。おはようございます。もう11時19分です。昨日は夜中3時くらいまで泣いてて寝てやらかしました。最近早く起きれてたんですけど、夜中になると大学院の心理相談室とか予約しようかなってなるんですけど、朝起きるとやっぱ大丈夫かなみたいな。病院にも病名つかないって言われてますし、大学院の心理教育総合相談センターに相談してみようかなと思います。私は何をやってるんだろうと思います。すいません、そちらの心理相談室の予約をさせてもらいたいと思っていまして、そういえば心理相談室、時間も日付も休職中だからいつでもいいって申し上げたんですけど、午後からにしてもらうべきでした。午前中受けれないの忘れていました。最近は放課後カルテを見終わって、シュリンクという精神科医さんのドラマを見ております。シュリンク最後まで見終わったので、アマプラで推しの子のドラマを見ようかなと思います。ピザポテトは箸で食べる派です。